はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日は、動画のコメント欄に入っていた質問に答えていこうと思います。勉強になります。取っ手を作ってから綺麗な形でコップに貼り合わすコツがあれば教えてください。いつも残念な形にディフォルムしてしまいます。泣く。こんな感じでね、これ外国人の方だと思うんですよね。日本語で質問入れてくれたので、ちょうど今、コーヒーカップをね作ってるところなので、僕はどうやってるかっていうのをね紹介していこうと思います。それじゃあまず取っ手を作っていきますね。取っ手の作り方はね、以前の動画でやってますんで、そちらもまた参考にして見返してみてください。こっちかな違うな、こっちか。ここら辺に貼っときます。取っ手の作り方もねいろんな作り方あるとは思いますが、あくまでこれは僕のやり方って感じですね。でどの作業をする時もそうなんですけど、この後ねどういう風になるかっていう、要は完成形とかね、そういうことですよね。そういうのをちゃんとビジョンを持った上で、ビジョンプラン、そこら辺をねちゃんと持った上でやっていかないと、やっぱ迷いがあるとね、迷いを持ったまんま作ってその場で、こうしようとかああしようとかってなると、失敗しやすいですよね。最初からこういう、取っ手なら取っ手でこういう形の取っ手をこういう風につけるんだっていうのがある程度ちゃんと考えられてて、そしたらそれに合わせたこのね取っ手の作り方とかあるはずですから、大体何でもこうちゃんとゴール設定、ビジョンを持ってやっていきましょうって感じですね。でさっきの質問の中で、つける時にねうまくつけられないって書いてたんですが、多分そのつける時になってうまくいかないっていうのは柔らかいのかな。こうやって作ってすぐにねカップにつけたりしてってんじゃないかなっていう気がしました。ちょっとねそこら辺はどういうふうにやってるかね詳しいことは分かんないんですけど、柔らかいまんまね作業すれば当然ぐちゃぐちゃってなる可能性は高くなりますよね。で今回の僕の、カップにつける取っ手はすごく小さい取っ手なので、これぐらいの感じでね、ある程度その形に合わせた感じでこうやって立てて、でちょっと乾かしておきます。これ今すぐ例えばねつけようとしたらそれはさすがにうまくいかないですよね。
今これ小さい取っ手なんでこの板の上にね自立させてるんですけど、もうちょっと大きい取っ手とかだとやっぱ自立しなかったりしますよね。そういう時は僕がよく使うのはサランラップの芯、トイレットペーパーの芯でもいいですけど、サランラップの方がいいかな、長いから。1個2個だったらトイレットペーパーの芯でも全然いいです。なんかそういう、丸いものですよね。丸いものにこうブランとぶら下げて置いておくって感じですね。それもどっかの動画でやってたような気するけどな。ちょっと、見つけたらそれもここら辺に貼っておきます。で取っ手とか何でもそうなんですけど、つけるパーツとかね、そういうのを作る時はその多めに作ります。多めに作ります。10個、今カップ10個ぐらい作るのかな。だったら12個13個取っ手を用意しておきます。急須とかね作る時もそうです。取っ手とか、そすり口とかそういう蓋もそうですね。そういうパーツは常に多めに作っておきます。こうやって置いといてもね、ちょっと光って倒しちゃったりとか、あとつけてると失敗してとかね、そういうことは全然起こり得るんで、その時に作ってすぐつけれるパーツだったらいいんですけど、こうやってある程度ちょっと乾かさなくちゃいけないとかっていうね、そういうパーツだったらやっぱ先に作っといて乾かして、失敗してもすぐやり直せるようにちゃんと多めに作っとくようにしてますね。なんかね YouTube の質問とか思いもしないというか、結構自分の中ではこう初心っていうのかな、昔ね撮り始めた頃のその分からなかったこととかっていうのをなるべく忘れないで、そういうことを皆さんにシェアしていければなって思っているんだけど、やっぱねそこそこの時間こうやってやってきてると忘れちゃってるんですよね。簡単なつまずきみたいなとこね。だからこうやって質問でね入れてもらえると、そうだそういうのもあるかもねとか改めてちょっと思い返していいなと思いました。あんまりね高度な悩みというかね、そればっかでもやっぱ幅が狭まってしまうというかね、見てる人の幅が狭まってしまうので、いろんな幅の皆さんに見てもらおうと。いやでもな、そもそもその高度な人はね別に僕のこんな作業なんかね参考にする必要ないんでね、やっぱそこそこ初心者とかね初級中級ぐらいの人ですよね。だってね、僕よくはできる人に僕が何か示すようなことなんてねできるわけもないしね。
最近ね机がボロくなってきて、この段差が嫌なんですよね。こういう段差があるとね粘土に移っちゃうから、ついこう斜めに使っちゃうんですよね。でも本当はねあんまり斜めに使わない方がいいです。やっぱ自分のね体の正面でちゃんとまっすぐ作業をした方がいいですね。468。これで10本、11本、もうちょっと作っとこう。一応ねさっき多く作っとけって言ったからねちゃんと多く作っておきます。はい、こんな感じでね、いっぱいできました。でこれちょっと乾かします。触って、まだ動くけどぐにゃってなんないぐらいまあそこら辺はねやってみていろいろ探ってみてください。ちょっと乾かしてる間に、ちょっと他の質問にも答えようかな。ツイッターの質問箱の方に、あった質問で、これお答えしようかな。海外に作品を送られるとき、どのような梱包、どのような運送サービスで送られていますか？海外に送る際、壊れたりなどトラブルに遭われたことはありますか？という質問ですね。ありがとうございます。海外に作品を送るときは基本的には一緒です。プチプチで梱包して、ただやっぱちょっともしかしたらダブルにしたりとか、今まで一重だったのを二重に、国内に比べてね二重にしたりとか、あとは段ボールを切って、例えばこういう器があったとしたらこの器の周りに段ボールを巻くとか、あと入れた時に仕切りをつけたりとかしますね。やっぱそれなりに気を使います。で運送サービス
運送サービスは、EMS ですね。郵便局の EMS を使ってます。たまに、先方の指定でどこどこ使ってくれとか、あと EMS じゃなくて船便で送ってくれとかっていうこともありますが、船便は、むちゃくちゃ安くてむちゃくちゃ時間がかかります。なのでたまにねそういう指定の人もいますけど、個人の人かな、卸とかね個展とかで送るときはさすがに船便っていうのはないですね。個人の人でやっぱ送料節約したいって人でたまに船便っていう人もいますけど、船便だと場所にもよりますけどね、1ヶ月から3ヶ月とか結構ざっくりした感じで届いちゃうので、そういうこともあります。はい。で壊れたなどトラブルに遭われたことはありますか？あります。これはもうある程度覚悟してます。海外、国内での郵便局のね扱いはそこそこいいとは思うんですけど、その先ね向こうに行ってからはどんな扱いされるか分かんないですね。ありますよ。やっぱり破損されたりっていうのはあります。じゃあそろそろね乾いてきたんで接着していこうと思います。はい、今回のコーヒーカップはこういうちょっと浅い感じのねコーヒーカップです。でもうこうやって持っても、まだ形は変わります。形は変わるんですけど、そんなにぐにゃぐにゃっていかないようにね、それぐらいの硬さでつけていきます。で今回のこのカップの取っ手は、指1本入るタイプですね。指1本入るタイプ。小さい感じで、結構上気味につける感じで、そういうデザインの取っ手ですね。こんな感じ。で位置を決めたら、この時に多分ちゃんとね綺麗につかないって人はちゃんと自分の正面でまっすぐ見てないとかね、いろんな角度からちゃんと見るとか、そういうのをした方がいいと思います。あと、取っ手の切り口、取っ手のこの切り口ですよね。この切り口もちゃんとまっすぐとかね、ここまっすぐになってなければ当然ついた時曲がってついたりしますから、そういうところを細かく気をつけていったらいいと思います。そしてつけたい感じにちゃんと当てて、そしたら印をつけていきます。で僕は基本的に土塀あんま使わないです。もう傷と水だけですね。土塀つけることもあるんですけど、そんなにないかな。土塀つけるのはやっぱ状態が良くない時ですよね。乾燥度合いがちょっと行き過ぎてる時なんかは土塀つけますけど、ちゃんとつけるボディ側と、こっちの方はねそんなに乾きすぎるってことないと思うんですけど、ボディ側がねちゃんといい状態でつけれればそんなに土塀は必要ないと思ってます。
以前ねネットで、ブログでねなんか陶芸のこと書いてくれてる人がいて、その人が実験してくれてたんですね。土塀をつけて取っ手をつけたのと、水だけでつけたのとか、何だったかな、傷つけるとかつけないとかだったかな、まあ3種類ぐらいのつけ方を実験して、それでどれぐらい強度が違うかっていうのをね、重さをかけてなんかやってくれてたんですけど、どれも一緒でしたほぼ。だから結局状態なんですよね、状態が良ければ土塀だろうが水だろうがちゃんとくっついたら一緒です。その状態をね保管するために土塀があるっていう考え方でしょうね。はい、まずヘラでしっかりつけます。そしてこの後僕はね補強をしていきますね。補強は粘土で小よりみたいなのを作ってね、それをぐるっとその付け根に巻きつけてなじませるって、これやるとだいぶ丈夫ですね。もちろんやんない時もあるんですけどね、デザイン的に問題がなければやった方がいいと思います。やんないところに意味があるんだったらやんなくていいし。僕はこの補強の紐もデザインの一部にしてるので、僕はこれ必要な作業ですね。わざとその補強した感じを残すようにしています。粘土を扱っててなんかうまくいってない時って結構タイミングが悪いのかなって思うこと多いですね。要するに硬さの管理ですよね。硬さがその作業をするのに適切な硬さにあるかどうか、そこがね、僕らは仕事なんで一日中ね粘土を見てられるからいいんですけど、
アマチュアの人たちとかだとなかなかそうはいかないですよね。陶芸教室なんかだったら週1回しか行けないとか、週2回とか分かんないですけど、そのいい状態の時にそれに合った作業ができるかどうかっていうのが必ずしもねぴったり来ないと思うんですけど、そこをなんとか工夫しながらね、乾燥を早めることっていうか、早めるのはあんましたくないけど遅らせることはねなんかできると思うんで、こう箱に入れたりとかビニールかけたりとかね、そういうことで硬さのね乾燥度合いの調整をしながらやっていくといいと思います。あとは何だろうな、単純にちゃんと見てないっていうこともありますよね。ちゃんといろんな方向から見て、これでいいのかなって確認して、で曲がってたら直すと、ここら辺もぐにゃぐにゃってなってたら、この時点だったらまだ直りようがあるんで直すとかね、そういうことじゃないかなと思います。はい、というわけで今日は、取っ手の付け方のコツ質問があったのでね、それに答えてみました。答えになったかな、ちょっと分かんないですけど、参考にしてみてください。それじゃあまた次の動画を楽しみにしていてください。バイバイ。